願いします。今日は鍼灸師の方です。前にも一回鍼灸師の方来たんですけど、また全然別の方です。よいしょ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どっか疲れてるとこありますか？どっちかっていうとね、指の付け根とか、先端に近い方がなんか、足の裏ね、スチーマーズとかもなってるとは思うけど、左に特に感じてたかな。左、重さに耐えられてないんじゃないのかと。重さに耐えられてない。このぐらいでどうでしょう？これ大丈夫みたいな。大丈夫。あんまり強くはやってない。気持ちいいですね。そこ疲れてるな。疲れてる。そこね、なんかね、足底筋膜炎みたいなね、痛さがちょっと出たことがあるんですよ。あ、本当？多分ちょうどその辺だと思う。ここら辺。で、あんまり自分で治療らしい治療しないで、たまにちょっと揉んでみて、ちょっと緩和したぐらいかなぐらいで、ちょっとほっといちゃったんだけど、その一番の辛い感じはなくなったんだが、相変わらずその疲れてるよねみたいな。痛い。ちょっとね。ここら辺は今こう反射的にはここが輸尿管とか、あと小腸とかちょっと痛いね。大丈夫。大丈夫。よいしょ、失礼。で、そうなんだっけ、そのなんとか筋なんとか炎、足底筋膜。外国人の視聴者の方が割とそれについて、そういう患者が来たら何とかしてくれみたいなこと言ってて、実際会ったことなかったのね、一人も。今まで見たことなかったの。これって結構ストレッチするといいとかっていうよね。こうそうですね。これも結構鍼灸だとお灸を使うんですけど、なんかこう筋肉らしくないところ、腱とかそういう組織のところは、なんか割とお灸を使うことが多いんだけども、ちょっと針刺しても痛そうじゃないですか、こういうところね。こういうところに刺す。そう皮が厚いんで、プスってこう通過するときに刺せるんですけどね。ここにも刺すことあるんだ、こういうところに。自分はまずやらないね。まずやらない。やっぱりすごいそこ痛いんだけどやってみようかという話がそっちに行ったらやんなくはないかもしれないけど、まずは第一選択はしないですね。灸する、揉むですね。あとはもっと上の方の足とかアキレス腱の筋腱に針を打ってみるとかね、そういうことはやりますけど、足つぼ的にというか、なんか自分の習ったとこだと、こういうところだ、例えば怪我するとするでしょう。怪我するとしたらここを触れないじゃない。傷口とかあるとしたら、仮にそうしたら代わりに手を揉むっていう感じで、ちょっと手の同じようなところ、同じところだ、こう同じ、ちょっと見えてる、もうちょっと下でごめんね。同じとだ、ここが痛かったら手もここみたいな感じで、だから筋膜炎だっけ、それが出てる時にはここだとしたら、大体似たようなところとしてここら辺を揉む、こういうところを揉むといいってされてる。なるほど。じゃあ同じもののような、そうだから膝だとしたら肘、でここの足首だとしたら手首みたいな、そこに反射が出てるから。確かにそうだよね、こっちだ。そうか。なんか代わりに、でも針とかツボもそうですよね。なんていうの、例えばここで胃とかなんかいろんなのがあるので。なるほどね。なんか初めてそのお客さんだった。ちょうど。でも結構よくっていうか、たまに聞かれて、自分もなんだかよく分からなくてネットで調べて、なんかストレッチするのがいいって書いてあったんだけど、なかなか伸ばしにくいですよね。痛い。ここ首張っとるね。
ってる痛い。久しぶりの足つぼ。カナダがうなっております。ご了承ください。なんかお湯が沸いたような音。お湯が沸いたような音。よいしょ。目の反射。まあ痛いは痛いですね。目の反射は第三真ん中なんだ。東洋医学的に言うと、目っていうに関連してるのは、第一と第二子の間かな。その大きな指のまたそこの上の方とか、その指関連の内側がなんとなく目と、ここが目ですっていうわけじゃないけど、肝臓の経絡がそこなので、肝が目なので、なんとなく目の疲れっていうとそっちに行きやすいかね。鍼灸だと。なるほど。鍼灸と足つぼって全然違うから。違う。で、鍼灸やってる中でもやっぱり足つぼやってた子もいて、なんかね全然違うと言ってたね。なんかね、ここなんだの大腸とかね。ちょっとこれアングル的に片手でやってしまってますが、こんな感じですね。よいしょ。このクリームってなんかその、なんかこれ用なんですか、それともなんか汎用の何か。これ、これはね、一応足つぼというか、クリームなんだこれ、マッサージクリーム、緑茶グリーンティーって言って、でもあんまり緑茶の匂いは特にしないかなみたいな。コールドクリームみたいな。普通のクリームかな。でも伸びが良くて、乾かない。これだけで割とこう長くこうストロークのあるやつもできる。痛いっていうよりもなんか硬いなそこって感じですね。ここ硬くなってんじゃないですか。皮も硬いこれ。だよね。そんな気がする。こう棒の出番かなっていう感じが。指でいいよ。指でいい。なんかこのね、今の指の付け根がしびれてる気がする。なんかここ。真ん中のここら辺。ここら辺。こっち。なんかしびれ、その辺ちょっとジンジンというしたしびれがある気がする。ここ反射区で言ったら、僧帽筋とか、凝ってるね、確かに。あと目。足つぼで言うと目がここなので、ここの間。そう。お寺にいるのに僧帽筋なんでしたのかな。僧帽筋。ここ。ゴリゴリの。本当コリコリっていうね。なんかね、軟骨って感じ。軟骨のような。疲れあんまりこういう仕事というかこうやってこれ、なんかもうあんまり今最近人多くやってないってのもあるんだけど、なんかもうあんまり気負ってやってないから、なんか結構楽にできるようになってきた。なんかどうやったらこう気持ちよくできるかなっていうのを考えてやってると、割とそんなに疲れない。こう直そうとするとすごい疲れるんだけど。それ同じかも。でもなんか鍼灸とかでも気負っちゃうとなんか妙に疲れて、それでいて治りが悪い。なぜか。そうね。なんか知らないうちに触ってるところを治療したりすると意外と効いていたりする時が結構あったりするね。考えないではいられないんだけど。でもおいカナダ
体がそばに寄ってるカメラには映ってるか、もごもご動いてるよ。ここね、ここ痛いね。なんかすごくホリホリしない、ホリホリ感動できちゃった眠いのな、あれやるとき。あ、そうなんだ。もう絨毯がラグがまあいいや。よいしょ、大丈夫。よいしょ。足裏が結構皮が硬くなってるね。多分重力刺激で、重さで硬くなってるんじゃないですか。靴はどんなの履いてやってる？スリッパですぐ脱げるようなのなんだけども、普段履いてる靴が今あんまりよくなくて、単個のやつ履いちゃってるのが結構ダメなんじゃないかと思うんだけど。我が道を行くかな。よいしょ。あらここめっちゃ硬い。ここあれですよ。結構東洋医学だとあっちの中医学のだと、消化器系。足つぼだと足つぼだとこっちが消化器系。まあでも近いね。消化器系胃のあたり。こっちもそうかな。でもすごいゴリゴリ。あとこれ足つぼでいうとこの骨の下が胸椎背中で、こっち下がってって腰椎腰。めちゃくちゃ悪いとこだよね。痛そう。すっごい痛い。ここね。激痛シリーズなかったりね。激痛シリーズね。いろいろね。よいしょ。よいしょ。すごいここ痛そう。めちゃめちゃ痛そう。痛いけど、でもなんかちょっと癒されてる気はする。本当？もっとやってとは言い難いぐらい痛いんだけど。割とこういうところを発見したら、自分で自分の足やるとしたら割とずーっとここ5分ぐらいこう飛んでる。自分でちょっと調整しながらね。あんまりこう痛すぎてもだけど、そうすると割と楽になってくる。なんかでも楽になってきてる気がする。なんかね、なんだろう、こわばった感じが取れてきた。足全体というか。あとここ前立腺でございます。はい。肥大はしてないらしいんだけどね。なんかでも前立腺炎ってね、言われたことがね2回ぐらいある。2回ぐらいある。そうで、前立腺炎ってあれ肥大ですかって言ったら肥大と違くて、別に年齢関係なくなるんだけど、なんか上から内臓が乗っかってるせいで一番下になってる前立腺が、なんかこう炎症を起こして、エコーで言われて、で前立腺丸いのになんか三角っぽくなってるのはこれはちょっと形が炎症みたいになってるよねとか。なるほど。ここなんかね、なんかちょっとこう張ってるっていうのと逆で、空洞になってる感じっていうか力がない状態。力がないのかな、わかんない。こっちの方が。でもそこはあれですよ。そういう意味だって腎でやっぱりそういう性が性がなくなってくると、そういうところがなんか痛かったり力がなくなったりとかいうような感
それはちょっと共通してるっぽいですね。面白い。今触ってるあたりも腎臓の経絡のとこなんで、ここそうなんですよ。ちょっと中に入ると火になってしまうんですが、本当番線違いみたいな感じなんですね。いやその辺がね腎だよね確かね。腎。なんかこっちが陰茎の経絡でしょ。こっち側が。まあちょっと自分もうろ覚えなんだけど。いいよ。女性の人が結構痛がるよねこっちの方。多分女性は火の影響がなんか結構大事らしいのね。男性に比べると火ってその消化器とか自分でその、なんて言ったらいいのかな、火ってほぼ肝臓に近いと思うんだけど働きでいうと、自分の体で何かを合成したりとか、食べ物をから何かを作る、血液とか、ってなので女性はいろいろ血を失いやすいし、おっぱいこしられたりとかいろいろなんか火の役割が多分多いんだと思うんですよ。火ってどういう感じ？でなんだったっけ、卑弥呼の火が肉付きの横に火やしいっていう。秘蔵の火？秘蔵そう。本当の西洋医学でいう秘蔵は違う役割してて、別にこしられてないし、どっちかというとリンパ節みたいな感じの手じゃないですか。痛いねこれもまた何なんだこれ。腕疲れてるよ。鍼灸師さんはやっぱ体がお疲れの模様。腕とか肩とか腰とか骨格系。そうなんだね。なんかすごい今日は情報が濃いです。そうなんですか。なんかこの前足つぼ師が来てもうああでもないこうでもないバカ話ばっかしてたのが嘘みたいで今日はすごい真面目に話そうと思ってるわけじゃないんだけど、いや今日はすごい情報量が濃い。寝るのに向いてないかも。寝るのにね情報多すぎてダメだこれ消そうみたいな。この前のやすくんもう名前まで出しちゃってるんだけど、やすくんの動画もうパッパラパーみたいなよいしょ。なるほどね。こっちが清掃の方。清掃工場。清掃工場。そこはあれですね。東洋医学でいうと膀胱。こっちが膀胱なんだ。そうなんです。足つぼの膀胱はこっち。ここ。どっちかというと腎ですね。ここはね。まあでも膀胱裏表ですからね。似たようなもんで。なんて言ったらいいのかな。肝心脾肺腎って言うんだけども、この臓は機能があって、腑っていうじゃないですか。五臓六腑の腑が。で例えばその肝臓だったら、胆のが裏にあるんだけども、基本的に胆のとか胃とか、膀胱とかは腑であって、袋だけ溜めて出すだけみたいな、あんまり多機能じゃなくて、生産したりとかあんましないのなんか。はいはい、そういう位置づけなんだって。膀胱に機能がないわけじゃないと思いますけど、だけど基本的に言うと役割は袋みたいな意味がついてる。なるほどね。受け流す。自分も今の話受け流してたけど、なるほどねとかあれなんだっけ、ふぬけ。そういうとこから来てるんだ。ふぬけも今日は情報がいっぱいすぎてっていうかこの字幕の量を考えるとゾッとしますね。ちょっと黙ってよ。この横たわり方は何とも言えないな。丁寧のような。ふて寝のような。
なんかでも楽になってきましたね、楽になってきました。何か全然違う雰囲気が、本当。多分足が柔らかくなってる。最初ほどちょっと裏も痛くなくなってきてるかな。なんかそうでもないです。痛くなくなってきたね。お腹もゴーゴーいってる。こっちが膀胱のやつでしょ。そうです。なんかうろ覚えでいっつもここだけ覚えてる。なんか膀胱ってここら辺でここからないんだよなっつってここら辺梁山小山小山だ、梁山とかなんか小山のところにね、ここでやってる時に、よく使うツボだし、足ね練習しやすいじゃないですか。これ足の真ん中とか別にね、内臓はないし、なんか針打たれるとその後歩きにくくなってしまって力が入らなくなるっていうか、小山打たないでとかよく言ってたんだけど、小山打たないで、小山なんか嫌いなんだよねこんなに指が入っちゃうのが不思議。本当？痛いもん自分で入れると。めちゃくちゃ結構硬いよね、ここもね。なんかここもストレッチしていくとやってもらう価値ありだねこれ。ぜひぜひと言いたいところだけど、あんまり自分多くやりたくないから何なのこの人ミニマムなリフレクソロジストなので仕事したくない人なんで、よいしょ。やってて面白いんだけどね。でもなんかこう大人数はできない。なんか繰り返しになるのってあんまり良くない、楽しくないですよね。なんかね、次から次に同じことをやってしまって。水飲んでも大丈夫？どうぞどうぞ。飲んでたくさん飲んで。なんか足つぼとか受けると水飲みたくなるよね。よくね、なんかこう今フィロブスがまさにこう散ってるところなんだから、なんか水でね排出を促した方がいいって言いますよね。なんかでもね、痛いながらも気持ちよくなってきたな。本当？痛気もよ。よいしょ。じゃあ右足はこんな感じです。よいしょ。注射のような。一回一回入れて出してるの。